日は生クリーム蜂蜜シフォンケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は生クリーム蜂蜜シフォンケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回は蜂蜜の入ったしっとりふわふわなシフォンケーキの中に生クリームをたっぷり絞った美味しい生シフォンケーキを作っていきます。今回作るシフォンケーキはカップサイズにしていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。卵、薄力粉、お砂糖、牛乳、蜂蜜、サラダ油。生地はこちらの材料で作っていきます。今回ね、蜂蜜のシフォンケーキということで、蜂蜜を使っていきたいと思います。で、こちらのお砂糖はメレンゲを作る時に使います。続いて、中に入れる生クリームの材料をご紹介します。材料はこちらです。生クリーム、お砂糖。こちらの2つの材料で作っていきます。こちらですね、グラニュー糖を使っていただいても OK です。そして今回はこちらのマフィン型を使っていきます。底の部分が5センチ、上の部分が直径7センチのマフィン型です。で、ここにですね、8号サイズの紙カップを敷いていきます。こちら100円ショップに売ってるものです。こちらを全部に敷き詰めましょう。はい、こんな感じです。で、もしね、こういったマフィン型がない場合は、8号サイズのシリコンカップに、こちら紙カップを入れて、このようにして作るようにしてください。今回は7個分なので、こちらの7つを使っていきたいと思います。この容器の準備は必ず生地を作る前に行ってください。それではまずはじめに生地から作っていきます。まずこちらの卵を白身と黄身に分けましょう。で、白身はですね、泡立てるので、大きめのボウルに入れておいてください。そして卵黄はこちらです。はい、OK です。で、こちらの卵白は使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすると泡立ちが良くなります。それでは続いて卵黄生地を作っていきます。まず卵黄にサラダ油、そして蜂蜜を加えます。で、これをですね、まず泡立て器でしっかりめに混ぜてください。はい、これで OK です。少しね、白っぽくなったの分かりますかね。このように卵黄に空気を含ませていただくと、ふわっとした仕上がりになります。だいたい1分ぐらいね、泡立てていただくと白っぽくなるかなと思います。で、そしたら続いて、ここに牛乳。で、これでさっと混ぜましょう。そしてここに薄力粉を加えます。で、薄力粉はね、必ずふるって加えるようにしてください。そして混ぜましょう。はい、これで OK です。このようにもったりとした生地になります。卵黄の生地はこれで OK です。それでは続いてメレンゲを作っていきます。まずね、冷蔵庫から卵白を出していただいて、このタイミングでオーブンを170度に予熱し始めてください。ではまずですね、ハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。で、もしね、ハンドミキサーをお持ちでない場合は、手動の泡立て器でこのハンドミキサーの泡立て具合に合わせながら作ってみてください。はい、今30秒泡立てました。そうするとこのように少し荒っぽい泡が立ちます。で、軽く角が立つぐらいですね。そしたらここにお砂糖を全部加えます。そして今度はハンドミキサーの高速で1分泡立てます。はい、今1分泡立てました。そうするとこのようにチュンと角が立ちます。こんな感じです。ここまで泡立てたら最後は低速で1分泡立ててきめの細かいメレンゲにしていきます。はい、OK です。このようにきめ細かいメレンゲになって、あとはツヤが出てくれば OK です。それではこの2つの生地を合わせていきます。まずですね、こちら卵黄の生地の方にメレンゲを1すくい入れます。そして1回目は2つの生地をなじませるようにしっかりめに混ぜてください。はい、このように綺麗にね、筋がなくなるまで混ぜてください。そしたらね、もう1すくい入れましょう。今度はね、泡立て器でふわっと混ぜていきましょう。こんな感じでね、メレンゲの塊をめがけて泡立て器を回転させながらボウルもこうやって回していただくと混ざりやすいと思います。はい、このように混ざりました。では最後ですね、こちらのメレンゲのボウルの方に生地を移し替えます。そうすることで混ぜムラを防ぐことができます。これを全部入れましょう。で、こ
これを今度はですね、ゴムベラを使って下からすくい上げるようにふわっと混ぜていきます。でちょっとね、メレンゲの塊がある時はこうやってね、ゴムベラで切るように混ぜてみてください。はい、これで OK です。このようにメレンゲの塊がなくなるように混ぜるようにしてください。でここであんまり混ぜすぎると膨らみにくくなるので、混ぜすぎには注意してください。それではこちらの型に生地を入れていきます。でスプーンでね、すくって入れていきたいと思います。だいたい肩の8分目ぐらいを目安に入れてください。はい、OK です。今回の生地の分量で7個分になります。でこのね、分量に関しましては卵の大きさだったりとか、ちょっとした泡立てのやり方で変わってくる場合があるので、だいたいね、7個から8個を目安にしていただくといいかなと思います。それではこちらを天板に置いて170度に予熱したオーブンで15分から20分焼いていきます。はい、焼き上がりました。このようにいい焼き色になれば OK です。でそしたらね、一度チェックしたいと思います。竹串で中をね、刺したいと思います。ニュッと。でこの時に生の生地がついてこなければ OK です。あとね、少し高い位置から一度落とします。これで熱い蒸気を抜きましょう。こちらのね、型も一度ポンと落として熱い蒸気を抜いてください。そしたらね、こちら冷ましていきます。冷ます時は型から取り出して冷ましましょう。この時ね、やけどしないように注意してください。はい、こんな感じです。それではこのまま粗熱を取ってしっかり冷まします。で冷ます時はですね、上にふわっとキッチンペーパーをかぶせて乾燥しないように冷ましてください。ではこのまま冷まします。それでは冷ましている間に生クリームを作っていきます。まずボウルをね、氷水の上に乗せて、そして生クリーム、あとはお砂糖を入れます。そしてこちらを角が立つまで泡立てていきます。はい、OK です。このぐらいね、チュンと角が立つまで泡立ててください。それではこちらに生クリームを入れていきます。でまずですね、この真ん中に穴を開けます。今回はね、口金のね、底の部分、ここを使って開けていきます。でもしね、こういった口金がない場合は竹串を使ってぐるぐるぐるっと穴を開けていただいても OK です。ではこれをね、真ん中にこのように当てて、そして押し込みます。ギュッと。で少し指で押さえましょう。でそうするとこのように中に空洞ができます。そしてこの中に生クリームを絞り込みます。はい、 OK です。このように生クリームを入れてください。で竹串でやるときは竹串を刺して中に穴を開けるようにやってみてください。では残りも同じように生クリームを入れていきます。はい、このように生クリームを絞りました。それではね、最後上にニュッとね、生クリームを絞っていきます。はい、このようにむにゅむにゅっと最後絞ってください。これで完成です。はい、これで生クリームはちみつシフォンケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。中身はこんな感じで生クリームがたっぷり入ってます。そして表面の焼き色も綺麗に焼き上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もうね、生地がしっとりふわふわです。そして蜂蜜のコクが加わってとても美味しく仕上がってます。甘さもちょうどいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の生クリームはちみつシフォンケーキのポイントです。まず生地を作る時のポイントです。まずですね、一番初めに卵の白身と黄身を分けるんですけれども、分けたら白身の方は使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすると泡立ちが良くなります。そして卵黄の生地を作る時のポイントなんですけれども、材料を加えたらその都度しっかり混ぜるようにしてください。そうすることでふわっとした生地に仕上がります。そして作ったメレンゲと卵黄の生地を合わせる時のポイントです。まず1回目は卵黄の生地の方にメレンゲを1つく入れて、しっかりめに2つの生地が馴染むように混ぜるようにしてください。そして2回目は泡立て器でふわっと混ぜて、3回目はメレンゲのボウルの方に生地を移し替えて、そしてゴムベラを使ってメレンゲの塊ができないようにふわっと混ぜるようにしてください。この時混ぜすぎてしまうと膨らみにくくなってしまいますので、混ぜすぎには注意するようにしてください。そして生地を型に流し入れる時は8分目ぐらいまで流し入れていただくとちょうどいいかなと思います。今回私はマフィン
新型と、あとは耐熱のシリコンカップを使いました。こちらはお餅の容器を使っていただいて OK です。そして出来上がった生地なんですけれども、こちらはしっかりと冷ましてから、その後真ん中に穴を開けてください。で、穴を開ける時なんですが、今回私は口金の後ろの部分を使って穴を開けました。で、こういったものがない場合は、竹串などで真ん中を刺してぐるぐるぐるっとね、中間部分に穴を開けていただくといいかなと思います。で、あとはですね、生クリームをたっぷり絞って、最後上に飾りでチュンと生クリームを絞って仕上げてください。で、今回ね、生クリームはお砂糖を使ってるんですけれども、より蜂蜜感を楽しみたい場合は、お砂糖の代わりに蜂蜜を使っていただいても OK です。甘さはお好みで調整してみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ふわふわでとっても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は生クリーム蜂蜜シフォンケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんの動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。